一生疲れないのを得、最新科学が明かす究極の学習効率と休息術、記憶術よりも大切な脳を劇的に変える10の習慣。静かな夜、鏡の中の自分へ、共感のフェーズ。死ぬほど寝たはずなのに、起きた瞬間からもう疲れている。そんな朝に、心当たりはありませんか？もしあなたが今、どれだけ効率的な学習方法や記憶術を試しても、霧がかかったように頭が働かないと感じているなら、それはあなたの才能や努力が足りないからではありません。単に、脳という精密な楽器の調律の仕方、つまり、本当の休み方を知らないだけなのです。今日は、魂を再起動させる休息の知恵をお話しします。この動画を見終わる頃には、あなたの明日が少しだけ軽やかになっているはずです。ゆっくりと深呼吸をしながら聞いてみてください。1、低エネルギーの撹乱という名の罠。仕事や勉強が終わった後、ソファーに崩れ落ち、無意識に SNS のタイムラインを無限にスクロールしてしまう。脳が極限まで疲れ、何もしなくていい、楽な刺激を求めて悲鳴を上げている状態です。スマホのスクロールは休息ではありません。それは脳に微細な判断を強いる低エネルギーの撹乱です。情報を断つ勇気を持つことは、自分という庭に静寂を招き入れる、最初のマインドフルネスなのです。2、睡眠は万能薬ではない。土日に10時間以上寝だめをしたのに、月曜日の朝にはもう何もしたくないと感じてしまう。睡眠は体の疲れは取りますが、脳内に溜まった感情のゴミや決断の疲労までは洗い流せません。認知的な疲労は、眠っている間の夢にまで侵入し、数週間にわたって蓄積されます。ある研究によれば、身体的な疲労は睡眠で劇的に回復しますが、感情的な枯渇は起きている時間の過ごし方を変えない限り、決して言えないことが分かっています。学習効率を最大化するには、眠る前だけでなく、起きている時の心の余白を設計することが不可欠です。3、心理的、デタッチメントの境界線。大切な家族や友人と食事をしている時も、頭の片隅で明日のあのタスクや未読のメールが気になってしまう。考え続けていないと、何かが手遅れになるという不安。それは、あなたが真面目で、責任感が強い証拠でもあります。仕事と自分を切り離す心理的、デタッチメントは、自分を守るための聖域です。職場を出た瞬間、あなたは誰かの役割から解放されていい。それは無責任ではなく、明日また誰かを助けるための誠実な準備なのです。4、休息のパラドックスを受け入れる。プロジェクトが一番忙しく、本当に休みが必要な時ほど、休むことに強い罪悪感を抱き、さらに自分を追い込む。負荷が高まると、人はリラックスすることが最も難しくなるという休息のパラドックスに陥ります。嵐の中でこそ、怒りを下ろす勇気が必要です。自分の限界を認めることは敗北ではなく、自分という美しい存在への深い慈しみに他なりません。5、空のコップからは注げない。自分がボロボロの状態なのに、周りに迷惑をかけられないと、他人の期待に応えるために無理をしてしまう。誰かに必要とされたい、あるいは弱さを見せたくないという、切実な願いです。ある医師は言いました。患者を救いたいなら、まず自分が患者になってはいけないと。空っぽのコップから他人の喉を潤すことはできません。まず自分を満たすことは、あなたが愛する人々への義務なのです。6、疲労を焼き尽くすマスタリー、習熟。疲れ果てているはずなのに、なぜか新しい趣味や少し難しいパズルに没頭すると、逆にエネルギーが湧いてくる。何かが上達しているという感覚、マスタリーは脳に活力を与え、ストレスから意識を完全にそらしてくれます。真の休息には、時には高い努力が必要です。単なる休息よりも、何かに挑戦し成長を感じる活動の方が、回復効果が高いことが示されています。新しい何かに心を燃やすことは、あなたの内側に仕事以外の自分という強固な避難所を作る行為なのです。7、15分のコントロール権を取り戻す。
誰かに指示された仕事ではなく、自分がやりたいと決めて取り組んだことなら、長時間でも苦にならない。人間にとって自分の時間を支配しているというコントロール感は、生存に関わるほど強力な報酬となります。たとえ1日のうち15分だけでも、自分が主人である時間を死守してください。それは、あなたが時間の奴隷から人生の主人へと戻るための神聖な儀式です。8、疲れた脳の嘘を見破る。夜になると今日はもう何もできないと弱気になり、明日への不安が雪だるま式に膨らんでしまう。疲労がたまると、理性を司る前頭前野の機能が低下し、脳は安易でネガティブな選択肢を好むようになります。動きたくないという感情を自分の本心だと思わないでください。それは単なる脳のバイアス、偏りです。疲れている自分を今は少し思考の質が落ちているだけだと、迷子を見守るような目線で許してあげてください。9、事前決定で意志力を守り抜く。休みの日、さて何をしようかと考えているうちに、結局何も決められず、一日が終わってしまう。決断すること自体が、疲弊した脳にとっては巨大なコスト、負担、だからです。休息の内容は、元気な時にあらかじめ決めておきましょう。私はジムに行く時間を1週間前からカレンダーに入れています。行くかどうかをその場で考えないためです。仕組みで自分を支えることは、未来の自分への最も洗練された愛の形です。10、ソフト、ファシネーション、自然の静かな魔法。公園の木々の揺らぎや雨音を聞いているだけで、不意に心が静まり、視界がクリアになる。自然にはソフト、ファシネーション、柔らかな魅力があり、脳の注意力を努力なしに回復させる力があります。私たちは土から離れては生きられない、か弱くも美しい生き物です。森林を30分歩くだけで、私の脳はまるで再起動されたかのように生き返ります。何も考えられないときは、ただ近くの緑の中へ行ってください。そこに存在するだけで、あなたは癒されるのです。明日、少しだけ軽やかになるために、マインドフルネスのフェーズ。今日お話しした知恵は、どれか一つを気が向いた時に試すだけで十分です。あなたは今日まで本当に一生懸命、誰かのために、あるいは未来のために自分を削ってきました。あなたは消費されるための機械ではありません。愛され、癒されるべき、たった一人の人間です。この動画を閉じた後、一度スマホを置いて、深く息を吐いてみてください。あなたが今夜、深い静寂の中で、本当の意味での休息という贈り物を受け取れることを心から願っています。あなたが、もし自分だけが休んでいると罪悪感を感じたなら、それはあなたが他人を大切に思っている証拠です。その優しさを、今夜だけは自分自身に向けてあげてくださいね。また、静かな時間にお会いしましょう。明日のあなたが、今日よりも少しだけ、自分に優しくなれますように。おやすみなさい。